独特な雰囲気のポストパンクファンと古代ゲルマン民族に共通点はあるでしょうか？大してありません。なのにどちらもゴス、ゴートと呼ばれるのはなぜ？不思議な偶然の一致？それとも何世紀も時代を隔てながらも深いつながりが？物語は古代ローマから始まります。ローマ帝国が拡大するにつれ、その終焉部は反遊牧民の襲撃や侵入に脅かされていました。とりわけ強大だったのがゲルマン民族のゴート人で、2つのグループがありました。西ゴート人と東ゴート人です。ゲルマン民族の一部はローマと敵対し続けましたが、帝国の軍隊に組み込まれた民族もあります。ローマ帝国が2つに分裂すると、国境の警備や国内の権力争いにこうした傭兵が大きな役割を担うようになりました。5世紀にオドアケルが傭兵を率いて反乱を起こし、ローマを占領して西ローマ帝国を追放しました。オドアケルも続いて権力を握った東ゴート人のテオドリックも表面的には東ローマ帝国の権威に服従し、ローマの伝統を維持しました。しかし西ローマ帝国は二度と復活しませんでした。その領土はいくつもの小王国に断片化し、ゴート人やその他のゲルマン民族が支配しました。彼らは地方の文化に同化しましたが、多くの民族の名前は今も地図上に見られます。古典古代はこうして終わり、いわゆる暗黒時代が始まりました。ローマの文化が完全に消え去ることはなかったものの、その影響は低下し、新しい芸術様式が現れました。近世やリアリズムよりも宗教的象徴や寓意が重視される様式です。様式の変化は建築にも及び、フランスでは1137年にサンドニ大聖堂が作られました。尖ったアーチや飛び張り、大きな窓などが建物の骨格と装飾性を際立たせています。この構造のため内部は明るく開放的で、頑丈な壁や太い柱のある古典建築とは対照的です。それから数世紀の間、これがヨーロッパ中の大聖堂のモデルになりました。しかし流行は移りゆくもの。イタリアルネッサンスでは古代ギリシャ、ローマが再評価され、近年の様式は荒削りで劣ったものとみなされました。1550年に芸術家列伝の中でジョルジョ・バザーリが最初にゴシックという言葉を使ったのは、古代文明を破壊した蛮族を貶めようという意図からでした。ゴシックという名称は定着し、間もなく中世紀全体の暗さ、明朦、単純さを連想させるようになりました。しかし時代が移ると新しさの感覚も変わります。18世紀の啓蒙主義の時代には科学的理性が何よりも重視されました。ゲーテやバイロンなどロマン主義の著作家はこれに反発し、古代の自然景観や謎めいた超自然の力に理想化されたビジョンを追い求めました。ここでゴシックという言葉が再び取り上げられ、ロマン主義の中の陰鬱な文学ジャンルを指すようになります。最初に使ったのはホレス・ウォルポールで、1764年の小説「オトラント城奇譚」のプロットや全体の雰囲気を指す言葉としてでした。この小説に含まれる要素の多くがジャンルの定番となり、この種の古典的作品や数多くの映画を生み出しました。それ以来ゴシックの名称は文学と映画のものでしたが、1970年代になって新たな音楽シーンが現れます。ザ・ドアーズやベルベット・アンダーグラウンドに影響を受けたイギリスのポストパンクバンドジョイ・ディビジョン、バウハウス、ザ・キュアーなどが陰鬱な歌詞やパンクの耳障りな音をビクトリア調やクラシックホラーのイメージ、両性具有的なグラムファッションと結びつけました。1980年代初頭には音楽雑誌がこうしたバンドをゴシックロックと呼ぶようになって、薄暗いクラブで演奏されていたスタイルの音楽が人気を博し、メジャーレーベルや MTV に進出していきました。時にはメディアから否定的で画一的な見方をされながらも、ゴシック音楽とそのファッションは今もなお地下で根強く支持されています。またサブジャンルとしてサイバーゴス、ゴサビリー、ゴシックメタル、スチームパンクなどが派生しました。ゴシックという言葉の歴史には何千年にもわたる対抗文化の活動が秘められていて、蛮族が王になったり、高い戦闘が重厚な柱にとって変わったり、芸術家が闇に美を見出したりしてきました。どの段階でもさまざまな革命が起こり、
文明は過去を参照して現在の姿を変えようとしてきたのです。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、自分の体に関する他はいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。